こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は羽生内久邸から15分のところにあるこの盆栽園に伺っています。加須市羽生の隣のところですが、周りが田園地帯に囲まれたとても環境のいいところです。ここは若き盆栽作家として今注目されている森山義彦さんの庭園です。九州からはるばる来て木村先生の厳しい修行を経て作家になられた方です。一昨年には日本盆栽作風展で内閣総理大臣賞を受賞するまでの高い技術力、審美眼、今ではヨーロッパなどの講演も行われています。今日はここの庭で森山先生のお話を聞いて、そこから若き作家の腕を見せてもらう大改作を皆さんにご披露します。まずはこの庭の主である森山先生をご紹介します。どうぞ。こんにちは。こんにちは。今日は面倒をかけます。いえ、とんでもない。ここに来て何年ぐらい経たれますか？今年で9年目ですかね。木村先生の門に入って独立されてからもう何年でしょうか？独立して今年で10年目になりますね。っていうと初めからここじゃなかったんですね。そうですね。一度九州に帰って。太宰府のはい。お父様の縁ですね。そうです。はい。でなぜまたこの関東地方に戻るということを考えたんですか？そうですね。やっぱ手入れ一本で食べていくにはやっぱ関東の方が一番いいかなと思って。だから大きな看板もかけずに木村先生と同じでどこにあるのかなって初めわからないようなところがありますけど、じゃあここにある木はここに来てから少しずつ増えていった木ですか？そうですね。ちょこっとずつ貯めていって。じゃあお客様の手入れの木と自分がこれから作っていく素材がここに全部、はい、そうです。なるほど。普段ここで私たち S キューブも含めてお世話になって木を手入れしてもらっているプロの盆栽園がたくさんあります。日々その生活の中にいますが、今日は一つ羽生の内久邸でこれはどうなるだろうという木がありまして、はい、それをちょっと改作というか森山さんのご本人の目で見てこうなればいいというところをやってほしいと思ってるんですけど。わかりました。はい、ご面倒かけますが、ぜひ皆さんどんな姿になるかお楽しみになってください。さて場面を変えて羽生内久邸に戻りました。ご覧ください。目の前にある赤松の老大木圏外、どれぐらいの年数が経っているでしょう。もちろんこのサバ幹の味、この木の古さから見て山鳥の盆栽から仕上げたものです。おそらく鉢に入れてからでも半世紀を超える時間が経っていると思います。どれほどの盆栽家が手がけてきたか、長い間にかけてこの姿へ導いたものでしょう。さて森山さん、今までのこの姿があります。ただ果たしてこれが完成なのか。もちろん盆栽には完成はありません。はい、完成はないですけど、例えば盆栽作家である森山さんが捉えたものっていうのがあるでしょうけど、どうでしょう、この木を見て何かご自分の作品としての改作作業というのは浮かぶもんでしょうか？はい、やっぱこんだけ立派な木なんで自分の感覚でやっても大丈夫なもんでしょうか？もちろん盆栽は持ち手作り手が変われば当然木はその人の感性が重なっていきますから、もしもっとこうなるなっていうところがあったら森山さんの感覚、森山さんの経験の美観でこうがいいっていう方がいいと思うんですけど、何かそんなところで気になるところってありますか？自分なりの感覚だと、今のまんまでもすごい立派な木ですけど、ちょっと左に振ってみるとこのサバージっていうのがすごく
迫力があって。ああ、なるほど。じゃあちょっと私持ち上げてみましょうか。はい。こっちってことですね。はい。つまりここの芸ということですか。そう、シャリの芸を。皆さん分かりますか？結局ここのこの味って自然が何百年もかけて作った芸なんですよ。だからこれを強調したい。はい。なるほど。はい、ただそうするとこの空間っていうのが逆に嫌味になっちゃうんですよ。ああ、つまりここの自然とここが離れてるってことですか？そうですね。別々の空間っていう感じで。嘘、どうなさるんですか？それをまだ言えないですけどちょっとテクニックを使って。そうですか。これ回るんですか？こんなものがなんかこうに。親方から教わったテクニック使えばなんとか木村一門の技術だそうです。これからご披露してもらうんでまだ言ってもらえません。はい、それではお任せするという形でお願いできますか？はい、はい、頑張ります。皆さんここから始まります。さて、先ほど飾ってあった木を森山さんがここからの作業始まる前に台の上に乗せました。今まではここで見ていました。正方ですからここが正面ですね。それを森山さんが言うにはここが新たな正面になるということですが、森山さん、やっぱりこれはまず何を決めていくことがこの木に大事なんでしょうか？やっぱまずはこの幹を中になるべく持っていくっていう作業を。これをこっちに持っていく。そうですね。折れないです。折れないように頑張ります。それでは第一作業がそこだそうですので始めてもらいます。この木のようにもともとある程度の方がちゃんと作っていた木、それをご自分の姿に変えていく時っていうのは過去の作家の方々の足跡が木の中に残っていると思うんですよ。はい。そこら辺っていうのはやっぱりよくよく見ながらのことになるんですか？そうですね。やっぱ前の作家さんがやった足跡っていうのを多少残しながら自分なりにやっぱ見せたいところも見せながらっていう。なるほどね。なんかすごい道具が出てきましたけど、もう市販のものなんか切っちゃうんですか？ここのちょっとボコってなったシャリの部分があるんですけど、ここが今この幹を押さえつけてるんですよ。寄せるためにそこが邪魔になっちゃうんで、こう曲げようとするとやっぱこのコブのところが邪魔になってやっぱいかないんで、それをちょっと切っちゃおうと思います。お願いします。はい。あとスピードちょっと押さえてくれる。はい。なるほど、その部分だけでも違うわけですね。そうですね。そういえばこれと同じ道具を木村先生が使ってましたね。親方譲りです。今日はうちのスタッフの近藤君、大変盆栽作るのが好きで週に1回木村先生のところで見習いをしております。今日も森山さんのアシスタントで頑張ってもらいます。失敗ないように。はい、よろしくお願いします。やはりそこはシャリを外してもなるべく生きている皮やそれを傷めないってことですか？そうですね。で中を確認しながら取れるとこまでギリギリまでちょっと攻めていこうと思います。だいぶ透けましたね。そうですね。向こうの見通しが良くなりました。ご覧ください。
なるほど。この角度のわずかな隙間がはい上を全部上げてくることになるんですね。そうですね。お分かりでしょうか。こう例えばあったものをこれをもっと曲げたいときにここにある余分な皮や肉を削ぐことで入りやすいというふうにということですね。はい、その通り。どう？動いてはいるんです。動いてそう。これで森山さん、その本来の一番強いところを元へ戻して曲げて、はい。この曲げっていうのはこれで終わりですか、それとももう一箇所やっていくわけですか。もう一箇所頭を。これ横から見ればわかるんですけど、若干後ろになるほど。頭がじゃあ頭を前に出して、はいかぶせる感じに。それとやはり一番思ったのがここに強いところがあって、はい。ここと同じ高さになってるっていうのはこれはこの高さにそれとも下がるんですか。は下がります。あ、もっと樹幹そのものが降りてくるわけですか。ってことはここはこれで縮めたけどまたそれをさらに何箇所かやって、はい、別角度からやっていくってことですか。そうですね。だそうです。今やっている強いワイヤーは、はい、この今ジャッキでやってるものが戻らないように固定させてるわけですか。そうですね。でこれ鉄線使ってるんですけど、やっぱり引っ張りが戻らないために鉄線なわけですね。銅だとちょっと柔らかいんで戻りが少し戻るんですよ。で鉄線だとその戻りがほぼ少ないんで、銅より鉄の方が。なるほど。まだ動きますか。一回止めて、よいしょ。これ少しまた巻いてくれる。なるほど。先ほどここに刻みを入れたところがぐっと寄って、はい、ジャッキで押さえてジャッキを固定させたまま後ろでなるべく前に出ないようにワイヤーでそれを固定させるってことですね。はい、これでやっぱりこの仕事をすればこれで何年かするとこれで固定するわけですか。そうですね。なるほど。はい、そうすると鉄線が少しずつ緩んでくるんで。ああ、なるほど。もしくはまたもう一回締め直す場合もあります。やっぱ戻ろうとする力を抑えるわけですね。力が強いんで。ここから今度はこの頭を下げるためのその起点とあれを見ながらやるわけですか。やっぱりこの力点と起点の
場所を決めるっていうのはこの曲げの時の大切なことになるわけですかね。そうですね。やっぱりあまりそれが距離が短いと効きが悪く、長すぎるとまたそれも効きが悪くってことですか。そうですね。でも最短距離をなるべく通るようにして、美しさってやつですね。はい、で角度によって場所によっては前に引きたいとか後ろに引きたいとかによっても場所が若干変わります。これで簡単に。今度は森山さん、じゃあ視点を変えて、はい、引くっていうのはそれは何をやるんですか。ここで引いてみたんですけど、はい、思ったより頭が降りてこなかったんで、もう一度ちょっと引き直して、こっちだと多分もうちょっと前に。視点を前に持ってきて前に落とすってことですね。ちょっと後ろに行き過ぎたんで、思ったより頭が降りてこなかったんで。なるほど。はい。さて森山さん、結局一番森山さんが言ってた、まずこの厳しさを出すのに一体化させる、はい、それでだんだんこの高さから縮めていくために倒せるだけ倒す、はい、これはもうここの縮めが木として限界なんですね。そうですね。もう逆に裏に少しひびが入るまでやってるってことですね。そうすると皆さん、大曲げ縮める倒すはワイヤリングとジャッキでもこれが限界だそうです。でここから森山さん何をなさっていくんですか。でここから棚分けをどんどんしていくんですけど。なるほど。この頭はこっち側にくっつきましたけど、はい、これはまた何かしていくんですか。また今引いて倒したんで頭が右寄りに倒れているんで、はいはい、でそれを針金でどんどん矯正してなるほどバランスよく仕上げていきます。あとはこちら側の大きな作業が終わったんで、はい、ここから一つずつの景色を作っていくということです。そうです。その中でこの木でここからこの木の決め手になるところは何を直すことがこの木の樹角を上げることになりますか。まずはこの下枝をどう操作していくかっていうのが一つの決め手ですね。なるほど、はい、外に流すのか中に入れるのか、はい、森山さんはどちらをこう落ちて上がってて、どちらを。自分はこちらを、この枝を中に。なるほど。つまりここから持ってくると。はい、そうするとこの空間の生かし方が、はい、今の状態だと間が空いちゃってる状態になる。そうですね。それを枝で空間を残しつつも嫌味のある空間は隠しながら。なるほど。じゃあ逆にこう下から上作っていくという形になるわけですか。はい、その形でまず降りていく差し枝を動かすということです。森山さん、この枝の太さですと逆に先ほどの吊り仕上げよりも逆に針金の巻き込みで十分対応できるということですか。まずは針金を効かせて、でそこでもし足んない分は針金で引いて。なるほど。大体このそうですね、この親指ぐらいの、親指よりちょっと太いこの枝ですと、
はいだいたい銅線でいうと何番ぐらいがまずその基本になるんですか？は、いわゆる8番線か6番線なんですけど、6番線1本掛けか8番線2本掛けが。なるほど。基本ですねまずそれで寄せられるだけ寄せて、はい足らないところを引き技でいくということですか？そうですね。あとねじりの作業もあるんで、ねじりの作業っていうのはやっぱ引くっていうよりは針金でやんないとねじりの作業はちょっとなるほど。難しいですね木の角度方角を変えるときにはい針金の巻き込みのねじりをそのまま利用しながらそうですね。運んでくるということですか？はいなるほど。いろいろな針金の巻き込みの技がありますけれど、基本的には2本掛けの場合は2本の沿わせ掛けが基本ですか？まあ1本掛けでもいいですけど2本掛けの方が操作しやすいですね。2本掛けの時はやっぱり2本を沿わせる掛け方、そうですね。あとラフィア巻かない場合は逆に2本を離してやるっていう技もありますけど、全体で効かせるということですね。基本は沿わせですね。ちょっと行こうか。そうでも難しい。さあ森山さん、はい、一応今回の仕事はだいたい一区切りがここっていうところですね。そうです。どうでしょう皆さん、一番初めの写真、この写ってるこの写真と、さあこの森山先生がご自分の感覚で作り上げた木、どこがどう違ってるかお分かりでしょうか？もちろんこのサバミ木の流れは変わりません。一番この木でやっぱりポイントでご苦労なさったのはどこですか？やっぱ最初のこの幹を曲げるっていう作業が間を裂いてはいこの角度を縮めるってことですね。そうですね。今まで確かこの木は向こうへ流れていたと思うんですが、はいそれを流れないようになさったんですね。そうですね。下枝は中に入れて、で流れはまあ一応左流れですけど、もう下枝まで流すんじゃなくて、やっぱ一度中に食って。そうですね。同じ県外でもこう流れていく県外と、この木なんかですと滝のようにして上がるということは、行って戻ってこうでしょうから、はいそれで流れちゃうとおかしくそうですなるかもしれない。ね。頭ご苦労なさったみたいですね。頭もそうですね。やっぱり大きかったですか？少し。はい透かしながら。ここからこの木はどう仕上げていくのが大事ですか？まあ本当は横を言えばここに一枝欲しかったんですけど、この細さを隠す形そうですで奥行ね。きを出すってことですか？あとここに空間がちょっと空きすぎるんで、なるほど。そこ本当は隠したかったんですけど。でもあとは時間ですね。そうですね。やっぱりそういうのはこういう枝々を充実させてはいまた作り直すということですか？そうですね。こういう枝を目切りしないで伸ばして伸ばして。なるほど。盆栽の仕事は一度では仕上がりません。
ただこのように森山先生がやったようにこの木の将来を決める大切な仕事というのがあります。よく私たちも含めて木村先生がなさるようにちょっと荒れた木をきれいなお化粧をする仕事というのとまた意味が違うと思うんですね。はい、この木の将来を決める骨を作る、この木がどうあるべきかを作るっていう仕事が本当は盆栽家としての仕事ですけど、本当はこういう仕事毎日が楽しいんじゃないですか。いや本当はこういう仕事ばっかりするのが一番いいんですけどぜひ皆さん森山先生はまだお若いし多くの素材の名木を10年かけて作れる時間があります。30代の先生です。何か素晴らしい素材、手に負えないぐらいのいい木だけどぜひ名木にしたい、そんな木があったらもしうちに来たら見ていただけますかね。もうぜひぜひ皆さんそんな機会を作ってください。先生今日は本当にありがとうございました。いやこちらこそありがとうございました。さあ皆さん、森山さんの腕、木村正彦一門秘蔵っ子と言われた彼のこの技いかがだったでしょうか。もともと何人もの有名な盆栽家が手がけた木、その木を今日森山さんの手で次の舞台へ上がる姿の基本ができました。森山さんごとくこれで完成ではありませんと、私が描く木姿の基本をまず仕上げてみましたという言葉です。ここから2年3年描いた姿を充実させることで見事な木になります。若い盆栽家、素材の素晴らしいもの、入手するもの、その機会や出会いが少なくなっている今です。もし自分の棚、自分の知っているところにこのような原木というようなもの、そのようなものがあったらぜひまたご紹介ください。若き作家の次なる内閣総理大臣賞を作る機会になればと思います。今日のこの手入れを中心の動画いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。